はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今この作業場とは違う場所に鋳造をメインにしたエリアを作ってる最中なんですけど、ある程度そこが目処が立ったので、ちょっと試験鋳造をやってみようと思います。とは言っても何にも意味のないものを込んでも面白くもなんともないので、ちょっと今までやったことないものをやります。それと今回の鋳造に関しては最も基本となる鋳造方式の生砂型による鋳造となります。最近は焼失型使っての鋳造多かったんですけど、やっぱり肌の美しさっていう意味では生砂が一番綺麗な感じがするんで、少し生砂を極めていこうかなとも考えてます。なのでこれから少しずつ鋳造動画時々出そうとは思ってるんですが、新しい場所も今の作業場よりちょっと広いので鋳造やるにはちょうどいいと思います。建物の中なので雨でも鋳造ができるという利点はありますね。今回鋳造しようと思ってるのはこの、一般的な 12V ヘッドですね。こちらはこれのカムチェーンにつけるカバーですね。やっていこうかなと思います。まだ原型なのでちょっとサイズは合わないですけど、ただカバー作っても面白くないので、せっかくなら 3D プリントで描いた猿のメダルですね。レリーフメダル、ここに貼り付けて原型とします。この猿のレリーフ調の部分ですが、この部分を自分で作るのは難しかったので、まずチャット GPT にイラストを描いてもらいました。その後そのイラストをもとに Hytem3D という生成 AI、3D の生成 AI アプリを使って 3D に起こしてもらいました。なかなか便利な世の中になったものです。今映像には出てませんが、もう一種類作ってあって、そちらはメーカーラボという AI を使って生成しています。やっぱ AI によって得意不得意あるようなので、それぞれ良さそうな方を使ってるという感じですね。どうでしょうね。こんな感じですね。ちょっと接着剤乾くの待ちます。はい、最初の猿を模した、サイドカバーからさらにドクロのやつも作ってみました。うまくいくかはわかんないですけど、ドクロのやつが2つあるんですけど、それぞれ裏見ると製法が違うのがわかります。こちらは光造形の 3D プリンターのみで作ったもの。こちらは土台を FDM フィラメントのタイプの 3D プリンター。それでこの模様の部分を光造形というセパレートにしたやつですね。残りの仕上げして塗装してきます。ではラッカー塗っていきます。これで原型できましたね。はい、塗装も終わって必要な原型は全部できましたね。はい、ドクロの三猿、見ざる言わざる聞かざるのやつですね。それが2つ。実際この辺はどのぐらい再現できるか、砂型で再現できるかは不明ですね。できたらいいなっていう感じです。そして猿の絵の描いたやつですね。ドクロに比べると少し、ディティールを潰してあるので、これは再現できたらいいなと、このぐらいは再現できるんじゃないかと。それでは原型の準備ができたので、鋳物どころエンジン太郎に来て、いよいよ鋳造をやっていこうと思います。ここはこんな感じで土間が広い鋳造可能な場所ですね。この隣の部屋にはエンジンを並べてあります。なので鋳造の待ち時間などにエンジンをめでて楽しんでいることもできますね。とは言ってもあんまり待ち時間なんかないんですけどね。
それでは砂型やってきます。こんな感じで、ではやってみますね。一応こんな感じだね。外して、ダメか。はい、1回目は見事に失敗してしまいましたね。この裏面がなかなか抜けなくて苦労します。先ほどの砂型が失敗だったので、もう一回やっていきます。今回別件が混ざっているので、これは違う部品ですが、カムチェーンカバーも一緒にやっていきます。今回は綺麗に抜けたので、このまま鋳込みに進みます。あれから何度か砂型チャレンジして、なんとか1個は作れました。あともう1個は別件のものをちょっと砂型作ってあります。なので、とりあえず今回の鋳込みをスタートしていこうと思います。まずはフラックスを入れて余分なものを排除しちゃいますね。で、フラックスが落ち着いたら、今度はアルゴンを吹き込んで、さらに中に入ってる水素を排除するっていう方法ですね。これもよくは知らないんですが、そう書いてあったので、それを実践してみます。よし。
はい、型の隙間からおもらししちゃいましたね。ちょっと慌ててますが、まあ、さらに追加で湯を入れていいんじゃないかと。まあ、これはダメでも、まあ、なんとかなるんでいいです。ある程度冷えて落ち着いたので、砂開けてみますね。ここがやっぱ鋳造で一番楽しいところですね。結構綺麗に入ったんじゃないかな。ちょっと裏面で失敗してるけど、まあいいでしょう。おもらしした方も開けていますが、見た感じ特に問題はなさそうですね。なので、まあ一応大丈夫だと判断します。そして別火になって今回は灯油バーナー炉の方をテストしていきます。目的としてはそれぞれの機材の今の環境での使い心地のチェックですね。まあついでに原型は変えてませんが今回も鋳造をやっていきます。前回よりはうまくいってますが、やっぱ原型を少し見直さないとダメそうですね。1個見切れちゃって見えませんが、砂型は2個用意してあるので、2個とも鋳込んでいきます。完全な状態ではないので、ある程度冷えたら、型から外していきますけどね。なんとか細かいとこが崩れないような方法をちょっとベントナイト増やしたり対策取りたいですね。うまく入るときとそうでもないとき結構ありますね。まあ表はこんなもんでしょう。裏がね大変だね、なかなか。こちらは型がうまくいった2箇所だけを湯道をつなげてるので2個しか作れてません。こっちもまあ表は綺麗にいってるね。さらにもう2セット分準備したのでこちらも鋳込んでいきます。こんな感じでよいしょ。なかなか難しいねやっぱ。
今回の鋳込みはこれで終わったので、湯道をカットしてそれぞれを確認していこうと思います。はい、今回の鋳造ですが、1日目にやったのは1個だけでしたね。うまく鋳込めたのが1個だけ。別日にあと2セット4ロットやりました。なかなか原型というか砂型を原型から抜くときにやっぱうまくいかないのもあって、これは原型の形状が良くなかったんではないかと思います。まあそれぞれ見ていきましょう。はい、1日目にやったのはこれで、問題は裏面入りきりませんでしたね。ここが表は結構模様きれいに入ってます。まあこんな感じで模様の方は結構大丈夫なことが多いんですが、裏面でちょっと問題が出やすいですね。こういうとこきれいに入りにくいんで、裏面が難しいですね。やっぱ裏面がうまくいってない。ただまあこれが比較的一番マシですね。裏も表も比較的綺麗にいってくれたもので、これがちょっと砂が崩れて埋まっちゃった部分があるんですよね。これもやっぱり型崩れを起こして、砂型が崩れを起こして一部破損してますね。はい、今回の鋳造たくさんやりましたが、まあほぼ唯一と言っていい全部きちんと入ったものですね、これが。なのでこれだけ、仕上げてしまいます。あとこれも仕上げようかな、ついでに。これもギリなんとかなるかなっていうレベルなので、この2個仕上げてこれと、あと猿の顔も一応仕上げようと思います。直径方向がヤスリでバリバリ、湯道やなんか一部取って、こっからは旋盤でいけますね。はい、旋盤は簡単なジグ作ってあるので、それにセットして、はい、一応これで、切削は終わりとなります。まあ肌が多少荒れてたりとまあいろいろありますが、一応形にはなったのでよしとしましょう。とりあえず仕上げたのでエンジンにつけて一つずつ見てみましょう。この篆書体の猿の文字ですが、裏面は結構綺麗にいったんですが、表面のエクボがちょっと目立ちますね。まあでもなかなかいい感じにいったんじゃないかと思います。そして次は猿の顔ですが、これも
ちょっと予想と反して、表面のディティールがかなりいいですね。砂型鋳造でもかなり綺麗に入るということが分かりました。まあでもその辺はデータ次第といったところですかね。この部品に関しては裏面の方が課題が大きかったですね。そしてこのサンサルを模したドクロですけど、これが一番びっくりしましたね。まあここまで入るとは思いませんでした。正直もっと全体が潰れるんじゃないかと予想してました。砂型鋳造もやっていくとやはり奥が深くて楽しいですね。まあ今回はこの辺で終わりとしましょうか。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。